マインドが根本合ってるかどうかっていうね。リスペクトない人やっぱダメですね。この仕様だけは入れたいってこだわりがあったら、でもそれが楽しいけどな。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。次の質問いきますか。じゃあ次。上司と意見が合いません。どうしたらいいですか？上司と意見が合いません。どうしたらいいですかっていうことになるんですけど、もう直属の上司。小山さんと意見が合わないとき、どうしてるかな。どうしてるの？よく殴り合いしてますね。してますね。じゃあストレス感じたことってある？これ上司に限らないんじゃないかなと思うんだけど、スタッフ間で。意見ぐらいのレベルだったら何もストレス感じないというか、言うてはるしやってみるかぐらいの感じで、僕は結構一回受け取ってみる、それでやってみるみたいなことが多いですけど、クローバーズはなんかそもそもマインドっていうんですかみたいなの揃えてるから怒らないけど、たまに目指してる方がちゃうやみたいな時がありますよね。そういう時は結構喧嘩みたいなことになっちゃうことはありますけど、自分と上司の意見が合わない時に一回聞いてみるかっていうので試してみることが多いかなとは思います。自分の意見も言った上でですけど。阿部君も？いや、俺こっちが聞きたいぐらい。どうしたんだ？前職の時とかも全然うまくいかなかった方です。そうなんだ。こっち来てからあんまないですかね。プログラマー間であんま上司っていう上司もないです。この仕事をやってはいはいみたいなくらいなんで、合う合わないがそもそもあんまないですかね。さっきだから谷君言ったみたいに、そのマインドが根本合ってるかどうかっていうね、大事っていうのがあって、上司とって一般論的にその意見が合わないかどうかもあるんだけど、そのなんていうか相性が合わないとかっていうのよく聞くよね。なんか俺はあんまり経験ないんだけど、職場でいわゆる仲間とか上司とかに恵まれないか恵まれないかって割とこの転職問題のね、なんかキーになる筆頭候補じゃないかなとかって聞いててこう思うんだけど。リスペクトない人やっぱダメですね。なんか話してて、相手が上司だったらちょっと贅沢言うのかもしれないですけど、全然同僚とかでも。いやでもやっぱ僕は上司でもリスペクトはあるべきだと思うけどね。一緒に働くメンバーに対して平等にリスペクトあるべきかなと思う。なんか空気良くしようとして楽しいことやったりすることもあるじゃないですか。そういう時にこいつはもう面白いことを言うやつだから格下だとか、なんかこうもう常にランク付けしてる人いるじゃないですか。いや探すといるんですよね。いやこいつ表でこんな感じだけどずっとランク付けしてるわみたいな、陰口しか言わないわみたいな人いるじゃないですか、世の中。ちなみに僕と神谷さんは上司と部下って関係じゃないですけど、ディレクターとリードプランナーみたいな関係でやってくること僕あるじゃないですか。僕の場合は、ワンプッシュして神谷さんがそれでもこっちって言ったら、僕も一緒、谷本と一緒ですね。こっちで行こうかなみたいな。じゃあ一旦それやってみようかなみたいな。いや、やっぱりもうちょい違うなと思ったら違う日にもうワンプッシュするとか、プッシュの回数増やしたりとかはする感じはありますけど、僕も基本そこはとりあえずやってみるかって思えちゃうんで、なんかどうしてもやりたい、この要素だけは入れたいみたいなこの仕様だけは入れたいってこだわりがあったら、なんか小山さんが好きそうな感じにちょっとアレンジしてみたいな、神谷さんに面白いと思ってもらえる形にするみたいな、俺とはしても全然テクニックみたいな。でも僕も若干近いかもな。もう自分が一旦入れたいと思ったらもう最悪神谷さんに黙って実装するかみたいな、でもそれで見てもらおうかなみたいな。俺もだから意見が合わない、なんかそんな衝突することってあんまないと思うんだけど、
なんか俺もその話しててさ、相手の熱意みたいなものが見えてくると、俺の癖とは違うんだけど、この人にとってはそこが癖なんだなっていうのは伝わればもうそれはそれで OK かなとかっていうのもあるしね。なりますね。うん、僕もその結構強いです。僕が上司のパターンだとそれかなり強いですね。これアーティストさんの意見も聞きたかったですね。プロログラマー多分一番上司となれないかもしれない。いやでもプログラマーだって仕様、細かい仕様まあそういうところなんですけどね。例えばわかんないけど、そのプレイヤーで言ったら実際こう実装したものを触らせてもらって、ここはもうちょっとこうフレーム短く畳みたいとかキャンセルしたいとかって、まあいろいろ俺も言うわけじゃん。作ってる側としたら、ここキャンセル効かない、この重さがいいんだけどなみたいなのがあったりするのかなとかさ。まあ俺はだからね、ディレクターっていう肩書きで、その最終決定権限者がみたいな感じでいるから、まあみんなも分かりましたってなっちゃうのかなとか思うんだけど、まあ、そこでやっぱり議論あった方が楽しいかなと思うから、議論の中からその癖みたいなのが見えたら、じゃあそれで言ってみるみたいなね。傍目にアーティストさんの作業とか見てるとやっぱ大変そうだなって絶対の正解ないじゃないですか。なんかそういうのかわいそうだなって思うんですよ。すげえプログラマー的発想。いや、まあそれが楽しいけどな。いやなんか辛い時本当辛いだろうなって思って、特に忙しい時にそれ重なったら結構メンタルやられるんじゃないの。傍目に結構大変頑張って思ってますけど。俺はその人が大変だって思わない鈍感力は申し訳ないけど、俺の特性だなって思いますよね。一回昔ベヨネッタの時に吉村君ってモデラーがベヨのモデルを作ってて、まあ、中間チェックとかあるわけじゃん。でそれ見た時にこうもっとこうしてほしいとか、こうじゃなくてこうとかあとかっていろいろ言って、ではい分かりましたっていう吉村君のすぐ作業に入ったのを俺後ろで見てたらめちゃくちゃ巻き戻ってるんだよっていう時に、これ見ちゃいけないやつだなって言えなくなっちゃう。言えなくなっちゃうから、さすがに。だから基本なんか、でも俺恵まれてるからスタッフに素晴らしい仕事で返してくれるんで、もう楽しいことは言ってる。もうジングとか遠慮なく、もうこのサイズでって決めたのになんかもう2週間経った後でこれサイズ変えたいんだけどみたいな。もう限界が来た時は僕がストップかけるんで、とりあえずもう好きなこと言ってもらったら大丈夫。はい。入ったばっかりの頃にのデザインに何回もダメ出ししてんの見て俺ビクビクしてました。じゃあ本日もありがとうございました。ありがとうございました。もう僕もまさにあそこの話のスター・ウォーズの話がいろいろ出てきて、で一応僕マンダロリア1回見てたんですけどちゃんと覚えてなかったんで、今改めて見直してます。復習してます。映画はまだです。多分おそらく映画は映画館には見に行けないです、このペースじゃ。いやちょっと難しいですね、多分。そっか。そっかまだ復習途中だから。復習途中ですし、確かにね。こう言っちゃうとあれですけど仕事もあったりとかするので、なかなか難しいなと。スター・ウォーズ話はもう話し足りなかったですね。なんぼでも話せますね。多分そうですね。スター・ウォーズ話だと僕も多分だいぶいけますね。でもう一つ手品ね。もうあれすごかったよね。いやすごいですし、手品がうまいというより手品の持っていき方もうまいなと思いました。なんか自分自身のそのキャラとかも活かしてるというか、なんかほんまにちゃんとできるのかいなみたいなその感じも出しながらちゃんとしっかりやるっていう、ひょうひょうとした感じでね。そうなんですよ。実はカード全部出してるみたいなね。いやうまかったですね。あんなんやっぱ1個や2個身につけとくていいですよね。ないな僕。俺もないな。ないですね。常に持ってるって言ってたんで。いやすごいな。あれは強い武器でしょう。じゃあどうもありがとうございました。